皆様こんにちは。インポートニットブランドプモアです。今回は浜中圭人さんが出されています羊の着せ替え棒ぐるみのキットの編み方の動画を作っていこうと思います。で、針は説明書に書いてあると思うんですが、9号と15号を使うそうです。で、9号はだいたい 4.8mm で、15号は 6.6mm なので、ちょっと手持ちの針だと、9号っていうのがないので、私は 4.5 号を使っていきます。で、6.6mm は 6.5mm の針を使っていこうと思います。で、こちらのループで、外のお洋服で、そのものの方でボディを編んでいくようです。で、説明書を見てみると、本体は耳以外、なんかこう一気に編んでしまうようです。で、お洋服もこの手と足を出すところを、ちょっとこう切り目のような感じで入れて、でそしてつなげて、編んでいくような感じです。でちょっと編み方の説明書が編み図が読みづらいかもしれないので、補足で編みながらの動画を、撮っていこうと思います。で説明書が皆さんお手元にあると思うのでご覧いただきながら、まず顔のところから編んでいくようですが、編み始めの糸端を約40センチ残してから作り目をしてくださいっていうふうに書いてあるので、40目とりあえず測ります。40センチ測ります。シート約40センチ残して、そして作り目が8目なので、だいたいこんなもんですかね。いつも私はかぎ針で作るんですが、手で作ってくださいと書いてあるので、手で作っていきます。8目作ります。5、6、7、8。間違えて編んでしまわないようにこちらをくくっておきます。1段目作り目ですね。2段目裏編みで目通りに編んでいきます。裏編みですね。で3段目からもいきなり増やし目をしていくようです。で3段目から目をいきなり増やしていきます。1つ表編み編んでおきます。で次から左増し目を3回、右増し目を3回で普通に表編みを編みます。で1つ編んでからこの編んだところの下のところ糸を引っ張ってきて、で表編みします。で1つ編んで下のところですね、下のところから引っ張り上げてきて、ここは顔になるのでちょっときれいに丁寧に編んでいきましょう。でもう一つ編んで、また下のところから引っ張ってきて、で次の3つ右増し目していきます。右増し目はこの今針にかかっている目、この目、針にかかっている目の下側の部位のこちら側をすくって左の針に同じくかけます。そして1つ編んで、でこの引っ張られたもともとあった目も編みます。この針にかかっている目の下側を針にかけて、そしてそれを編んで、で元々の目も編みます。でそれを3回ですね。これ次3回目です。この針にかかっている目の足元の目を針にかけて、で編んで、
編んで、で最後普通に編んでおきます。これで8目が14目に増えたことになります。で次裏は普通に一段裏編みします。そして次またプラス4目していきます。で1つ2つは普通に編んでおきます。そして、3つ目と4つ目の目で間12345は普通に編んでというふうになります。なので2つとりあえず編んで、で3つ目を編んでからその足のその目のこの足ここですね。それを左針で取ってそして編んでおきます。でもう一つで今このかかって針にかかっている1個下ですね、ここそこを取って、増やしました。でここから12345 6目は普通に編んで、次はこの針にかかっている下ですね、すぐ下で針にかけてで編みますでこの針にかかっているすぐ足元ですね、針にかけて編んででそうすると2つ残ると思いますので表編み2つしておきます。でまた、1段、裏編みを増減なく編んでいきます。次の7段目では、4目増やしていきます。2つを普通に編んで、で3つ目ですね、3つ目を編んでから今編んだ目の1つ下左増し目を2回します。で次も編んでその今編んだ下ですね、で間10目は普通に編んでおきます。で4つ残っています。その、この2つを右増し目で増やしていきます。この針にかかっている目のすぐ下ですね、それを針にかけて編みます。でもともとかかっていた目も編みます。で2つを普通に表編みしておきます。でまた裏編み1段編んでおきます。編んでいきます。次9段目になります。9段目は2つ編んで、で3つ目の目を編んでから左増し目ですね、1つだけ増やします。で間16目は普通に編んでいきます。3つ目が残るまで編んでいきます。で3つ残りましたらこの3つ目を右増し目1つだけして
そして2目編んでおきます。で24目になっているかを確認して、裏編んでいく、裏編みしていくことになります。次11段目に入っていきます。11段目は1つ編んでから、左上2目一度なので、次の2つ目と3つ目を1つにまとめてしまいます。で端3目残るまで表編みしていきます。でこの3つ目のところ、一旦こちらに移動して右上2目一度しますので、先に編んでからこの今移動させた目をかぶせておきます。で最後1目は普通に編んでおきます。裏は1段メリヤス編みしていきます。次13段目に入っていきますけれども、13段目から耳の開きの部分を作りながら編んでいくようです。で、とりあえず針から数えて3、4、5、6目残るまで編んでいきます。2、4、6、7、2、4、6目残りました。でここにスリットをどうやら作っていくようでして、でひっくり返します。でひっくり返してまたこちらも123456246目残すので、間246と10目だけを先に編んでいきます。で10目編めましたらまたひっくり返して、ここの中心部分の6目10目6目に分かれていくと思います。この中心の10目のところだけを先に、編んでいくようです。でこの中心部分7段編んで、そして、少し、2目増やすようですね。2目増やしてで、その、説明書にあるところまで編んでおきます。でまたこの、残しておいた6目6目とつなげて編んでいきます。だからここが多分こんな風にぷくんと立体的になっていくんだと思います。なので10目を7段編んでいきます。で今もう1段編んだことになってますので、14段目から20段までちょっとチェックしながら編んでいかれるといいと思います。次15段目ですね。10目編んでいきます。10目編みました。でまたひっくり返して、次は16段目ですね。裏編みです。で次17段目ですね。20段まで同じように編んでいきます。こんな風にぷっくりなってきていると思います。
で、21段目は、増やしていきます。端一つ編んでから左増し目していきます。一つ編んで、今編んだ目の下の目をすくって半目すくいます。で、編みます。一つ増やしました。で、3つ残るまで3つ残ってますね。普通に編んで、で、この目の根元すくってで、端まで編みます。これが今21段目です。で、だいぶこんな感じになってきますけれども、これがだから顔のこう出ていくところになっていくような気がします。で、あと25段目編む時にはこの端に休ませているのも一緒に編んでいくので、こんな風にポコンと出た感じになります。で、今21段目なので24段目まで、この12目を先ほどと同じように編み進めていきます。24段目まで編み進めてきました。で、今次から25段目入っていきますけど、この間の12目とで残していた6目を一気に端まで編んでいきます。で、ここ間空いてますけど、この残っていた6目も一緒に編んでいきます。で、ずっとお休みさせてましたので、ここにポコンとこんな感じで穴が開いていくと思います。こんな感じですよ。これ口なので、ここが多分顔で、今これ25段目です。で、26段目は、このズドンと残しているこちら側まで一気に編んでいくことになります。17、18。そして残していた6目も編むので、全部で24目に26段目はなっていきます。で、次27段目編むときに、減らし目をまたしていきます。で、表編みでまず9目編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9目編んで、で、さっきとは逆の減らし方になりますけれども、右上2目一度なので、1つ、針に取っておいてから編んでかぶせます。で、間2つ編みます。で、次の2目を一気に編んでいきます。で、1つ減らして1つ減らしたので、マイナス2目になってます。で、2、4、6、8、9、針に9つ目があると思いますので、これを表編みで編んでいきます。これが今27段目になっています。で、28段目は普通に増減なく裏編みをしていきます。で、29段目はまた増やしていきます。4つ増やしますので、26目になっていきます。とりあえず3つ普通に編んでいきます。で、次で、左増し目まず1つして、で、今編んだ目の下ですね。左増し目をして、そしてすぐに右増し目をするそうです。
で間は12目、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、5つ残ってます。で、また、こちらと同じ増やし方。左増し目なので1つ編んでから1つ下をすくって編みます。で、すぐにこの足のところかけて右増し目を1回します。で、針にかかっている3つを普通に編んでおきます。で、次30段目ですけれども、30段目は増減なく1段裏編みをしていきます。で、次31段目は4目、違います。8目増やしていきます。なので、全体で34目になっていくようです。どんな風に編んでいくかと言いますと、まず2目を1つ2つ普通に編みます。で、次からさっきの増やし方と反対になります。右増し目、左増し目していきます。なので、右増し目とりあえず編まずにかけますね。で、右増し目1つで、左増し目なので編んだ下をすくって編みます。で、このセットを4回していきます。なので、2目増やして4回なので8目増えていきます。で、この、増やすセットとセットの間に今1つ編みましたけど、1つ、2つ、2目編んでおきます。で、また今のこの増やしたセットが出てきます。なので、先に編まずに、糸をかけて右増し目ですね。で、左増し目。で、間が10個です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、先ほどのセット、こちら側と全く左右対称に、していくので、右増し目で、左増し目で、間が2つで、また右増し目で、左増し目ですね。で、針に2つ残っていると思います。で、今これ31段目ですけども、31、32、33、34段まで増減なく、この目数で編んでいきます。あと3段、編んでいくことになります。で、次は35段目になっていきます。35段目は先ほどの、31段目と似ていますけれども、3目編んで、先ほどの同じ、右増し目、左増し目で4目編んで、その増し目のセットで、中心12目編んで増し目のセットで、その増し目の後にのセットの後に4目普通に編んでからまた増し目のセットをして最後3目編んでいくことになります。なので全然難しくないと思います。こんな感じで口元があってここに耳が来るのでここは顔ですね。だんだん動物らしくなってきた感じがします。次35段目。一緒にやっていきます。で、36段目は普通に1段増減なく裏編みをして、で、37段目、その、
右増し目、左増し目のセットをまた4回しますので、順を追いながらやっていきます。次35段目です。まず3目編みます。で右増し目で左増し目ですね。で間4つ編みます。で次また右増し目、そして左増し目、ここで次は12目編みます。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12編みます。でまた、右増し目、そして左増し目で間が4つです。1、2、3、4でまた右増し目で左増し目ですね。編んでからで針に3つ残っていれば大正解です。で次36段目は普通にメリヤス編み、裏編みですね、していきます。37段目は4つ編んで増し目のセットをします。で間6目編みます。1、2、2、3、4、5、6でまた増し目のセットが出てきます。で間は14目編みます。2、3、4、5、6でまた増し目のセットが出てきます。で間が4つ、6つですね。間が1、2、3、4、5、6でまた増し目のセットが出てきます。で最後4目残っていると思います。で次38段目は、1段裏編みをしていきます。で39段目から、左の前足を作っていくようです。なのでとりあえず38段目1段編んでいこうと思います。いよいよ左の前足を作っていくことになります。で今、38段目が終わったところです。で50目今針にかかっています。
で、次39段目ですけれども、6目表、10目表、最後の34目は編まずに残しておいてください。この文章の通りに、英字のパターン、英語で編むパターンのように、この文字を追っていけば、その通りに編んでいけます。まず、2、3、4、これで10目、2、4、6目と2、4、6、8、10目です。で、最後34目は休ませておきます。で、次40段目ですけれども、10目だけ編んで、ここに黒い星がついていると思います。で、黒い星は、どういうことかと言いますと、休ませます。編まずに休ませます。なので、とじ針と、他の作品の残り糸などご用意ください。とりあえず6目裏を編んでいきます。はい。で、そうしましたら、あとの残り6目は、とじ針で、これまた最後平って作品を仕上げていきますので、一旦、ちょっと長かったですけど、一旦ここで抜けないようにくくっておきます。で、次が41段目ですね。1目表で、左上2目一度を1回して斜め表。なので全部で9目になっていきます。まず1目編んで、左上2目一度です。2目一気に編んでしまいます。で、3、4、5、6、7、8、9というふうにしてだんだんこの、足部分を減らしていきます。で、次は、裏編みをすべての目裏編み、表編み、裏編み3段進めます。で、この、編み方の説明書にチェックをしていかれると間違えなくていいかなと思います。なので、増減なく3段編んでいきます。42段、43段、44段編んでいきます。増減なく3段編んできました。次は、45段目、1目表で左上2目一度を1回して6目なのでトータル8目編んでいくことになります。全く先ほどの、編み方と同じになります。1つ表を編んで左上2目一度です。で、あと6目を表で編んでいきます。で、またプラス3段増減なく編んでいきます。右前足に移っていきます。編み図にあるように糸をつけていくんですが、ここ休み目にしています。そこに糸をつけてしまうと、ここがちょっとこう目が分かれてしまうので、この平い目をしながらそこに糸つけて
こんな感じですね。逆。平目しながら糸をつけて、そして28目編んでいきます。表編みしていきますね。針には34目残ってますので、6目残ると思います。で、6目は先ほどここの休み目させてますけど、そこと同じようにとじ針で、6目をすくってお休みさせておくことになります。なので6目残るところまで編んでいきます。6目残りました。そうしましたら、白い星がついていると思いますけども、そこの6目分を針に取って、そしてまたお休みをさせておきます。で、こちらにも作ったように右前足を作っていきます。まず、左右対称になりますので、10目裏編みします。で、ひっくり返して3段目ですね。説明書の3段目になりますけれども、斜めを表。1、2、3、4、5、6、7。で、右上2目一度なので、一旦、右の針に目を移してかけてやります。で、これで9目になってますね。で、それで、全てを裏編みします。で、こちらの、編み方と同じように裏表裏3段分増減なく編んでいきます。9目ですね、今。2、4、6、8、9。で、もう一度裏編みします。次は、6目を表編みして、右上2目一度で1つ編みます。なので全体で8目になります。で、その8目に減らして、裏表裏を編んで、最後、こちらと同じように表を編みながら、糸を20センチ残してカットすることになります。同じようにトライしていきます。では、胴体、次編んでいきますけれども、胴体はこの右の今ちょうど編み終えたところの、ここですね。前足のこの、休み目をさせていると思います。白い星の方ですね。で、この足が出てます。右足が出てます。その、ここはですね、胴体のところ。胴体のところから、平い目をして目をつけます。そしてこの足、ぎゅっとちょっと引っ張っておいて、この6目をまず編んでいくことになります。ちょっとこれ目が割れてますね。3、4、5、6。で、とりあえずこの足を独立させました。胴体をまたくっつけて、こんな感じで。これちょっとこ
なってきますけども、胴体部分をくっつけました。でこちらが反対も同じように、この目を開いつつ編んでいくんですけど、とりあえず、ここのところまで裏編みをしていきます。24目の裏編みを終えて、でこの反対側の針でまたこの6目を、針にかけていきます。そしてこの残りの今針にかけた、これちょっと逆目になってしまいましたけれども、6目を裏編み続けてしていきます。なので合計この段は30目になっていきます。で次の段から胴体また増やしつつ編んでいきます。でこの編み方の解説書にありますこの通りに、最初のこの、胴体というか、顔のところからずっと編んできましたけれども、それと同じような編み方で胴体も編み進めていくことになります。この通りに編んでいってください。では次、足の部分、後ろ足の部分のところまで、同じように編んでいこうと思います。であと残っているのがここの、今22段目まで編んだので23段目からの左後ろ足、そして続いて右後ろ足という風になっていきます。で糸をカットして、で中表にしてこう閉じていくようです。前足を作った時と同じ、感じにはなるんですけれども、説明書通りに編み進めていただけたら、後ろ足も作っていけると思います。まず減らし目をして18目表を編んで、で裏編み10目裏編み編むんですけど、残り9目は、この前足と同じようにとじ針に、糸を通して、そして目を休ませておきます。でそれを、この2回黒い三角白い三角というふうに9目9目休ませるんですけれども、ここでまた休ませるとこが出てきます。でこことこことこことここをこうさせて、閉じていくようです。とりあえずこれはもう説明書通りに編んでいっていただけたらいいかなと思うので、前足後ろ足右後ろ足仕上げていこうと思います。左の後ろ足を作りました。で、ちょっと説明書をちゃんと、読み切れてなかったんですけれども、伏せ止めではなくて休み目させておくということでした。でここ、前足は伏せ止めしてしまったので一旦ほどいて同じようにこの休み目に変えていこうと思います。前足両方やり直しました。で編み図にありますように黒い三角と白い三角をそれぞれ、引き抜き剥ぎしていくようですので、分かりやすくするためにこの休み目の色を変えていこうと思います。で今ここの、足の端ではなくてこの足の横のところ、ここは黒い三角ですね。でここ今からこの残っている18目を9目9目で休ませるんですけども、こちら側が黒い、三角なのでこの同じグリーンで、白い三角はまだ1箇所閉じてないですけど、こっち側白い三角、こちら側は黒い三角というふうにして、休み目をさせていこうと思います。なので白い三角はピンクで9目ですね。
で、残りの9目は黒い三角なので、濃いグリーンで拾って休ませていこうと思います。黒い三角、白い三角で、今ここ、編まずに置いていますこの10目、最後で、休み目させますけど、それをピンクで、このピンクとピンクという風に合わせていけば分かりやすいので、こんな風に色分けして休み目をさせておきます。で、続いて右後ろ足を、この解説書通りに編んでいこうと思います。両耳を編んできました。で、そうしましたら今展開図、羊の展開図になっていますけれども、仕上げを本体の仕上げに入っていくことになります。で、編み方の説明書にもあるように、1番は股下を引き抜きで、かぎ針の7号を使って引き抜きで剥いでいくというふうに書いてありますので、まず股下から、トライしていきます。で、説明書にもある通り中表にして、閉じていくんですけれども、この分かりやすいように、黒い三角で白い三角というふうに色別で、目を休ませていると思います。なので比較的分かりやすいと思います。このピンクの白い三角とでこの股の下のところの白い三角、そこを合わせます。そしてこの60センチ残した糸で引き抜き剥ぎをしていくと書いてあります。なのでこの休ませている目の一番、端とこれ足を中に折り込んでいます。こちら側の目を合わせて、そしてこの60センチ最初に糸をつけるときに残した60センチで引き抜き剥ぎしていきます。で、一つずつ目を合わせながら糸を割らないように気をつけてください。こちら側とこちら側ですね。引き抜き剥ぎしていきます。で、黒い三角も同じように引き抜きで剥いでいきます。で、この糸に通したまま引き抜きするのがやりにくければ、一旦これを針に取って、そして引き抜きをしていってもいいかなとは思います。なので、お好きな方法で、引き抜き剥ぎしていってください。最後の目まで引き抜き閉じしてきました。そうしましたら、この休み目させていた糸を抜いておきます。シュシュ。で、股の下をこんな形でくっつけることができました。で、次は、2番。作り目を引き抜き剥ぎ。顔ですね。顔の部分も中表にして引き抜き剥ぎをしていくようです。で、ちょっと8目分かりにくかったので、全ての目にマーカーを私はつけました。で、反対中表にして、で、この同じくかぎ針で引き抜き剥ぎしていきます。顔の部分も引き抜き閉じしました。で、次、このお腹部分を、この糸がついていると思いますけれども、すくい閉じ、ビョ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 ンとしながら、綿を詰めながら、で、ここまだ空いてると思います。そこは、4番ですよね。なので、このお腹が先みたいです。で、この細い足のところにはまた、閉じながら綿を詰めていくみたいですので、とりあえずすくい閉じしながら、この綿を詰めながら、胴体部分をこうメインに
詰めながらすくい閉じでお腹を閉じていきます。綿を詰めながらすくい閉じしてきました。残りは足と、後ろ足、前足それぞれを、休み目に糸を通して引き絞ってで閉じていきます。で閉じていきながらここにも綿を詰めていきます。ちょっとモリモリに私は詰めてみました。いよいよ完成が近くなってきました。では次、足を同じように、すくい閉じして綿を詰めていくことにします。お洋服も編んでボタンもつけてで目とこの花の部分を刺繍して完成です。で 4.8mm の9号で編むんですけれども、私は 4.5mm で編んだのでちょっと小さめになったような気がしますけれども、とっても可愛く仕上がりました。で編み図をお持ちだと思うんですけれども、こちらの動画を合わせてご覧いただきながら楽しく作っていただけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。インポートニットブランドプモアがお届けしました。